driving slow, I'm burning rubber, erasing the thunder. Worn out suitcase and an old guitar, restless mind, I've got a rebel heart, call me a runner. Sometimes I wonder if I'll ever make it back to where I've been. I know my mama always said that if you lean on the ones that you love, you will find your way home. And even with a soul that's been out on the run, you will find your way home. And I'll be ready for it. Electric devices on flight mode and turn off the Wi-Fi function. 皆さんこんばんは、ミクです。私は今台湾の桃園国際空港にいます。今回は台湾の航空会社スターラックス航空とのタイアップでアメリカアリゾナ州を旅する Vlog をお届けしていきたいと思います。スターラックス航空は今年の1月に台北フェニックス線を就航しました。日本からだと台北を同日乗り継ぎでフェニックス空港まで行くことができます。1週間のアリゾナロードトリップの旅、ぜひ最後までお楽しみください。スターラックスのラウンジ、何置いてるかチェックしよう。ケーキやマカロン、カヌレ、ミニサンドイッチ、クロワッサンとかチーズハムだと、台湾のコンビニとかによくあるこのソーセージある。最高ホットドッグ作れる。ほらホットドッグのパンがあります。あ、美味しそう。ホットミール美味しそうです。すごいサラダビュッフェ、めちゃくちゃ綺麗に盛り付けられてる。中華風スープとか、あとドリンク、ボトルのお茶あるから機内に持ち込んだりして良さそう。椅子もある、いいね。はい、ご紹介遅れましたが、今回は私と彼、そしてマナさん3人で
ロードトリップに行きたいと思います。はじめまして、まなみと申します。マナさんは私のネイルをいつも担当してくださってるネイリストさんなんですけど、もう10年以上の中で、家族ぐるみで仲良しなんですよ、なので謎の3人というか、そうまさかのみくちゃんと先生と私そうというのも先生入っちゃったよそうというのもマナさんはアリゾナを4回旅したことがあって、もうアリゾナロードトリップのプロということで、今回私たち初めてのアリゾナロードトリップなので、ちょっとガイド的な役割も果たしていただきたいなと思ってお誘いしました。よろしくお願いします。お願いします。楽しみ。ロードトリップも大好きなのでちょっとお邪魔します。はい、たくさんパワーをもらって帰りたいと思います。ではチェーズ。チェーズセサミアイス。アイス。はい、約12時間半のフライトを終えてフェニックス空港に到着しました。いや、スターラックスが本当に快適でしっかり寝れたし、ご飯も美味しかったし、最高のフライトを過ごすことができました。で、フェニックス空港に台湾から直で着くことができたので、アメリカ国内での乗り継ぎがなかった分、荷物の預け渡しがなかったことと、フェニックス空港は大都市空港じゃないから入国審査がめちゃめちゃスムーズでした。なので到着してもうすぐに荷物をピックアップして、これからレンタカーを借りに行きます。
この車で1週間アリゾナ旅します。ホテルに行く道中にホールフーズがあったので、今日のね夜ご飯とか明日からのロードトリップに必要なものを買いたいと思います。まず水を買おう。これいいじゃない。2つ、下にいるしね。これでもう水買わなくていいね。ジンジャーショット私も買おう。これジンジャーショット明日の元気のために。そう、ジンジャーパイナップルにしようね、かな。パイナップル飲みやすそうじゃない？時差ボケ対策にメラトニン、明日の朝のヨーグルト、チップス、大好き。ここのブランドの大好き。グルテンフリーのとそうじゃないやつ。私はソフトベイクドにします。どっちもうまい。待ってこれそのまま置いてだけ。はい、ホテルにチェックインしました。1泊目は本当寝るだけなので空港近くのヒルトンに泊まることにしました。ベッドあり、デスクあり、そしてバスルームという感じのお部屋ですね。シャワーのみです。で、今が9時です。乗り継ぎありのロングフライトだったんですけど、なんかあんまり体が疲れてないです。で、眠くないんですよ。でも今寝ないと明日からねロードトリップしていくので、さっきねホールフーズで買ったメラトニン飲んでこのまま寝たいと思います。ここから1週間ねアリゾナロードトリップしていくんですけど、パワースポットとなる場所がたくさんあるので、この旅でたくさんパワーチャージしていいエネルギーをもらって日本に帰りたいと思います。おやすみなさい。おはようございます。デイ2、今日からアメリカロードトリップの始まりです。まずはこれから車で約2時間半ぐらいかけてセリグマンという街に行きます。セリグマンは私の大好きなピクサー映画カーズのラジエータースプリングスが舞台になった街です。カーズ好きにとってはもう行くしかないでしょうという街なので、ちょっと楽しみにしていきたいと思います。ちっちゃいけどレトロでめちゃくちゃ可愛いね。なんかしかもカーズのキャラクターらしき車とかが止まってるらしいので、そこにまずは行ってみたいと思います。それではレッツゴー。はい、セリグマに到着しました。ここはルート66沿いの宿場町として当時栄えたんですけど、高速道路の開通とともに衰退してしまって、でその後地元の住民の努力によってルート66のシンボルとして復活したそうです。でそれがねまさにカーズのお話と一緒なんですよ。ラジエータースプリングスと本当に一緒で、だから街の至る所にカーズっぽいオールドカーが止まってるのかわいい。本当にラジエータースプリングスの世界観がそのままっていう感じの街です。でこの街が420メートルぐらいの小さな街なので、ちょっとお昼ご飯食べながら散策していきたいと思います。ゴー。見て、カーズライトニングマックイーンとメーターだ。これカーズに出てくるフィルモアっていうキャラクターだ。1960年製のフォルクスワーゲンのバスです。フィルモアはねちょっとヒッピーなバス。なんであれもなのちょっとすごい。こいつもこれ多分ねルイジ。これね1959年製のフィアット500。あ、フィアットこれ。多分ねルイジはタイヤ屋さん。うわすごい。これいたな。これちょっと名前忘れちゃったけどいた。忘れちゃったけどいた。メーターライトニングマックイーンの親友です。おー。ここにライトニングマックイーンがなんでいないんだろうって思ったら、ライトニングマックイーンはここには住んでないから。あ、そういうこと？そうだからいないんだ。そう、ラジエータースプリングスで迷い込んできたからいないんだここには。だから10人しかいないここには。メーターお土産屋さんに入ってみました。マグネットかわいい。
マグネット集めてるんだもんね。はい、絶対買おう。ルート66で1個買おう。キーホルダーとかもあるんだ。かわいい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 。アリゾナグランドキャニオン。これマグネット？うん。マグネットにジャラジャラついてる。めっちゃかわいい。めっちゃかわいい。 $9なんじゃこりゃ。めっちゃかわいいやん。オーナメント？めっちゃかわいいじゃんこれ。かわいい。めっちゃかわいい。アリゾナのサンタ帽かぶってる。絶対買わなきゃこれ。この辺もかわいいね。ここでしか手に入らないっていう感じのオーナメントを売ってます。スノードームもかわいい。これはインディアンジュエリー。先住民が作ってるジュエリー。かわいい。このビーズみたいなものとか。この辺とかかわいい。$24。24ドル？今からたくさんあるから。いやそうですよ。はい、セリグマンで昼食です。ペパロニと美味しそう。それターキーラップ。ターキーラップ。そして彼はミートボールドッグ。めっちゃ美味しそう。あと瓶のコーラ。こういうオールドタウンってアメリカにいっぱいあるじゃないですか。セリグマンはひときわ可愛い気がする。なんか作られたっていうよりはさ、もともとあったのを、一回衰退してもう一回復活するためにちょっとこう観光もできるようにブラッシュアップされてる感じがあって可愛いし、本当にカーズだよね。の世界観。ちょっと捨てられてるのがよくない？そうなんですよ。めっちゃリアルカーズって感じで。でさ、ハーレーに乗ってるおじちゃんたちがさ、リアルに来てるのがよくない？いい。なんか多分ルート66がさ、多分男のロマンっぽいじゃん。それをさ、未だにちゃんとなんていうの守ってる感じするんだよ、おじちゃんたちが。意外と買うものないのかなとか思ったんですけど、ロードトリップで全然欲しいものいっぱいあってさすが。まずこれルート66のマグネット。かわいいのがチャラ。めちゃくちゃ可愛いよ。めっちゃ可愛い。チャラチャラなんかいろいろついてて、モーテルとか国旗とか$15ぐらい。あとはアメリカの国旗のストール。これはなんかファッションで使うというよりかは、この後グランドキャニオンとかいろんなとこ行くので写真撮るときにこうやって撮りたくて買いました。可愛い。多分他のあれにも行くじゃないですか、グランドキャニオンと、あと奥の方とか。はい、2日目はグランドキャニオンナショナルパーク内にあるヤバパイロッジに宿泊します。ここは国立公園の中なので、グランドキャニオンの観光とか、あとはトレッキング、サンセットサンライズを 見たりするのに本当にちょうどいいロッジなんですよね。っていうかもうこの辺の有名なビューポイントでサンセットとかサンライズ見たい人が、一番泊まるホテルですね。なのでそこに宿泊することにしました。ロッジっていうことなので本当になんかもうロッジっていうそうお部屋で2ベッドにテレビがあってハイテーブルがあって、ちょっとしたコーヒーなんか作れるようなものがあったりするぐらいで、そしてバスルームですね。湯船タイプ、上にシャワーがあります。そんな感じの本当になんか寝るだけという感じのお部屋に宿泊します。はい、宿泊するヤバパイロッジのギフトショップとスーパーに来ました。グランドキャニオンの T シャツ、キャップも売ってる。かわいいね。可愛いよねこれ。これ可愛くないですかこれ。可愛い。めちゃめちゃ可愛い。買おうかな私。それ可愛い。可愛い。可愛い。お土産もいっぱいあって、こんなにこのナショナルパークの中にいるんだ。可愛い。これ可愛い。可愛い。グランドキャニオンナショナルパークのマグネット。可愛い。なんか意外と寒くてグランドキャニオンの方にただ、本当になのでちょっとマナさんがね温かいもの持ってきたの。可愛い。可愛い。しかも$150。これ結構いいですね。これ可愛くない？可愛い。しかもなんか中もなんかあったかそう。明日の朝のサンライズの時に
朝がね 3度ぐらいらしいので、可愛いんですよ、めっちゃ。ね、超あったかいよね。あったかい。ここれれやればいけるわ。これぐらいないとダメなんだ。ナショナルパークの中に住んでるであろう動物たちの絵柄が入ね、ってる、可愛いよね。はい、フリースで中がなんかちょっとあったかい保温仕様、ね、みんなでそのもこもこ。なんと北海道的なのも売ってた。これ足先のやつだ。ブーツ持ってきてないから買おうかな。いくらでしょう。3ドル600円くらい高いけど。でもちゃんとそういう登山系のもの全部揃ってるから、ね、忘れても全部買えますね。むしろこっちに来て揃えてもいいレベル、そうだね。ナショナルパーク限定のもあるから結構可愛いのいっぱいあって、なんかさ、ノースフェイスとグランドキャニオンとかなんかいろんなグランドキャニオンとコラボしてるよね。ヤパパイロッジのレストランで夜ご飯です。これはグリルサーモンかな。スチームサーモンじゃない？スチームサーモン、下にライスと芽キャベツ、ジラと、あとはセットでチョコレートケーキ、そこにドリンクをつけました。いただきます。はい、間もなくねサンセットの時間ということで、あと30分ぐらいで日が落ちます。グランドキャニオンから見るサンセットをねこれから楽しんでいきたいと思うんですけど、ちなみに今ここグランドキャニオンは19度なんですけど、体感が13度ということで風も強く吹いてて結構寒いですね、はい、びっくり。なのでさっきねスーパーで買ったナショナルパークのフリースもこもこ着ました。これでもちょっと寒いからね、風が冷たい感じだね。そう、朝晩は冷えるのでこういうフリースとか、あとはあったかいタイツとかそういうの持ってくるとねいいかなと思います。でちなみにグランドキャニオンとはという、知りたい、ね、調べました、はい、グランドキャニオンはアメリカ合衆国アリゾナ州北西部にある世界最大級の巨大な峡谷です。コロラド川の侵食作用によって約600万年かけて削り出された地形であって、20億年分の地層が露出した地球の歴史を感じられる場所として1979年に世界遺産に登録されました。ということは20億年分の地層を感じることができる場所です。地層を感じるんですね、はい、20億年分の地層を見ながらそしてサンセットの太陽のパワーを感じられる場所にやってきました。で私たち今からヤバパイポイントに向かいます。はい、すごいわこれ。やだ、何回も来てるのも。うわ、こう落ちてもおかしくないね。気をつけてね。怖い気をつけながらちょっと全然ここの下、本当だ、意外とないから崖っていう感じではないのか。わ、すっごい。なんかすっごい下の方に川みたいなのある。これがコロラド川。これの侵食作用によってこんな削り出されたってことですか？すごいよね。昔海底だもんね。すごい。なんか映像だとこの凄さがなかなか伝わらないのがちょっと悔しいんですけど、なんか本当にすごい。すごいわ。見たことないこういう景色。なんかちょっとアートみたい。なんかね、普通さこういう高いところ来たらさ、怖いなって思うじゃん。なんか怖いよりも綺麗だなって思っちゃう。わかる。吸い込まれそう。さっきまで結構しっかり夕日落ちたんですけど、突然風が強いから雲がかかっちゃってぴったり雲がかかりました。サンセットは見れずだけど、でもなんかこのちょっと雲がかかった幻想的なグランドキャニオンの峡谷を見ることができたので、明日朝サンライズをちょっと見にリベンジしたいと思います。でもすごいね、セリグマンから別にそんなにこう登ってないのに、この
景色ってことは、さっきあなたも言ったけど深いってことなの。そう、ここなんか高いから怖いじゃなくて深いんだよね。めちゃくちゃ深いし、川も流れてるし、でセスナで降りるコースっていうかツアーもあるんだよね。へー、ここまで本当平坦できたのに突然この景色を見せられたのでびっくりした。すごい、この景色を見えただけでなんかアリゾナのロードトリップが始まったなって、ね、なのでこれでさらにねこう綺麗に日が次昇ったらさらに美しいと思うから、明日本当に頼む、晴れてくれって頼む晴れてくださいってことで、はい、じゃあ2日目は終了です、はい、明日だからそのサンライズ見るために4時起きするので、はい、このまま部屋帰って寝たいと思います、はい、おやすみなさい。バイバイ。眩しすぎて輪郭が見えない。いや本当見えない、眩しい、超眩しい。すごい、何も遮らないから直へバーって、こんな強い太陽初めてかも。見れないもん、眩しすぎて。朝が来ましたね。あ、もう目が目つぶされる目が潰されるレベルで強い。いやほんとすごい、なんかマナさんが5回アリゾナに来てるの分かるでしょ。初め何回もアリゾナ行ったことがあるって聞いて、そんなに行くことあるかなってなんでってなるよね。そう思ったんだけど、毎回違う景色が見れるんだなって思うのと、こうやって写真撮ったり動画撮ったりしてるけど、レンズ越しじゃ伝わらないこの、そうなの、この壮大感っていうか、とか太陽の光の強さっていうのは、感覚とか実際に行かないとやっぱ分かんないなって。言葉にもできないしね、できない。なぜかというと、こんな太陽見たことないから、そうね、強い太陽を見たことがないから、なんて言っていいか分かんないっていうか、その驚きがありました。はい、ヤバパイロッジをチェックアウトして、これから車で3時間フォレストガンプポイントに行きます。アメリカユタ州の国道163号線沿いにあるフォレストガンプポイント、めっちゃ有名だよね。めっちゃ有名。ロードトリップって感じの写真をみんなそこで撮ってるね。映画フォレストガンプの舞台となった場所そうですね。最後に走るのをやめた場所です。モニュメントバレーの雄大な景色に向かってまっすぐ伸びる道路なので、フォレストガンプポイントに寄った後にモニュメントバレーの方まで行っちゃうっていうことですよね、マナさん。ちょっと先かな、フォレストガンプポイントが。あ、じゃあ先に遠くまで行くってことか。そう、ちょっとだけね、15分くらいだ。なるほど。先に一番奥のフォレストガンプポイントに行って、その後モニュメントバレーに戻るみたいな形で、今日はモニュメントバレー付近に泊まりたいと思います。見て、かわいい。かわいい。しかないかもしれないし、そういうコントみたいなところで見てやつがあるかもしれない。トーナメントってどこにでもあるんだねアメリカ知らなかった。見て、アリゾナのトーナメントおお、すごいよ。ハクターさん可愛くない？かわいい。アリゾナ、こういうのもあるんだ。すごい。すごい。なんかさ、やっぱりロードトリップのこのアリゾナってやっぱ観光客多いからかさ、
マグネットが本気出してるっていうか、本気だね。そうすごいの。可愛いのいっぱい。うんルート66買ったからアリゾナ買う。あ、これもあるよ。あ、それ可愛いやん。かわいい。これ買おうよこれ。動くの？動く動くかわいい。これは買っとこう。はい。こちら。見てなんか面白い。カクタスキャンディー。かわいい。これ見て。サソリが入ってサソリる。入ってる。食べれるのかな。食べれるんじゃない？サソリ。あとこの辺もちょっと面白いね。ちょっとなんだろう。ここら辺っぽいカクタスジェリー。ジャムみたいな感じかな。こういうお土産屋さんがいっぱいあるらしいです。ナバホ族のジュエリーがいっぱいあるみたいなので、その中になんかいいの気に入ったらね買いたいですね。早まらないで。早まらない。危ないか決めるとこだとさっきの。そうだよ。これしか欲しいのないって1軒目にして言ってた。帰りもまたこの道通るんで。あ、そっか、はい、考えたいと思います。はい、やれやれですね。すごい、フォレストガンプポイント着きました。本当映画のまんまだ本当に。ビジターセンター内のギフトショップ、今回もマグネットチェックします。かわいいモニュメントバレーのマグネット、いろんなのあります。どのギフトショップにもターコイズが売ってるんですね。さっきのところにはあんまり売ってなかったようなこのバングルとかも、ね、バングル多いね。カクタスセットかわいい。見て、いろんな柄の鉢があるの。めっちゃかわいい。$30で鉢植えとサボテンと土とみたいな大きいのもある。アリゾナの3日目、モニュメントバレー付近で泊まる宿は、ゴールディングズリゾートです。ロッジですね。このゴールディングズスイート331に泊まります。ちなみに真向かいはメサですね。すごい、目の前ロックドアメサ。ロックドアメサ。このなんか平たくなってるのがテーブルみたいなのがメサっていうらしいですね。はい、では入りたいと思います。おお、広い。お家じゃん。本当、入ってすぐにソファーとテーブルとテレビがあって、でそして奥にダイニングルーム、テーブルとキッチン、そして奥ベッドが一つ、そしてもう一つこっちにもベッド、2ベッドル2ーム。ベッドルーム、バスルーム。お、綺麗です。お、本当だ。いいじゃん。湯船タイプで、ここがシンクですね。この3日目はね、マナさんと3人で泊まります。なのでマナさんのお部屋と私たちのお部屋っていう感じですね。いいねいいね。はい。アメリカのお家に暮らすみたいな日にしよう、今日本の夜は。当アメリカのお家に泊まってるみたいな感じのロッジです。結構しっかりとしたスーパー。ロッジ内にあるとは思えないほど大きな。あ、でかい。でかい。見てこのでっかいラザニア。ラザニア食べたい。そう、スパゲッティチビもあるよ、チビ。あ、ラザニア食べたい。ラザニア食べようよ。スーパーで買ったものを使って夕食を作っていきたいと思います。リブアイステーキ、あとソーセージ、ステーキソース、あとステーキの下味をつけるスパイスですね。あとチキンガンボのスープでしょ。冷凍の芽キャベツに、あとは冷凍ラザニア、あとズッキーニと
チョップサラダこちら買ってきたので、みんなで料理しながら夜ご飯作っていきたいと思います。今回のねアリゾナの1週間の旅は本当になんかレストランに行く機会ってほとんどなくって、スーパーでデリを買ったりとか、あとは日本から持ってきたパックご飯、あとは非常用のおにぎり、お湯ともしくは水で作れる握らないおにぎりなんですけど、アリゾナのロードトリップって朝から晩まで動いてご飯食べに行く暇ないじゃないですか、あんまり。だから夜とか朝ごはんに食べるのにちょうどよくって重宝してます。あとは持ってきてよかったなって思ったのはこれすごいよね。このお湯沸かす携帯用のねケトル、これでお湯沸かせばこういう携帯のおにぎり食べれるし、あとは持ってきたどん兵衛とかもねお部屋で食べることができるので、もしこれからねアメリカのロードトリップ計画されてる方は特にこのね携帯用ケトル持ち歩くのをおすすめします。よし、作っていきたいと思います。で今日はモニュメントバレーについてビジターセンターに行ったんですよ。それがバレードライブっていうドライブをしたくて行ったんですよね。モニュメントバレーの麓を自家用車で4区だったら行けるんだよね。そうですね。そのために4区をレンタカーしてるからドライブをするっていうのに行きたかったんですね。そのためにビジターセンターに行った。普段はなんかツアー推奨されてるんですけど、4区だったら走れるよっていうことでビジターセンターに行ったんですけど、バレードライブするにも時間の制限があって、でそれが4時半までだったんですよ。で私たちはグランドキャニオンから来たから時間が変わったんですよね。1時間ユタ州とアリゾナの時差があって、そのせいで時間を間違えてたの。そうね。そうユタ州に入ったことによって1時間後になっちゃった。4時半だと思ったら5時半だった。iPhone の時間も勝手に4時半だと思ってたのにいきなり5時半ってなる。いきなり変わりましたよね。いきなり変わってる。なんかよくあるのは、明日僕たちが行くアンテロープキャニオンの人たちもこのユタ州の時間に勝手に iPhone とかスマホの時間切り替わってて、そのツアーの時間に間に合わなかったっていう人が結構いるみたいで、そういうことがありましたので、皆さんもロードトリップ中にグランドキャニオンからモニュメントバレーからアンテロープみたいな移る時に時間が変わったりするのをちょっと気にしながら、特にツアーを組んでたらやばかったので。そうね、お金払ってんのに帰ってこないっていうのがあるらしいから。今回のバレードライブも基本的にはそのツアーで行かれる方が多いと思うので、時間を気にしながら行動するってことはすごく大事だなと学びになりましたし、だから明日アンテロープキャニオン行くんですけど、ちょっと時間気をつけないとですね。またそうで今日はなんかね、そういうトラブルもあったことによってサンセットを見る予定だったんですけど、サンセットを一旦パスして明日のサンライズに向けて今日は早めにご飯食べて寝ようということになりました。はい、なので今からお肉を焼いてもらってサラダできました。私はチンするだけのディナー作りたいと思います。いただきます。いただきます。はい、デイ3ホテルをチェックアウトして、これからアンテロープキャニオンに向かいます。イエーイ。イエーイ。アンテロープキャニオン大好き。もうアリゾナロードトリップといったらアンテロープキャニオン、グランドキャニオン、モニュメントバレー、セドナ、ホースシューの中の、そうだよ、ホースシューも。そうアンテロープキャニオンに行くんですけど、私たちはアンテロープキャニオン X に行きます。なんかマナさんから教えてもらったのは、最初アンテロープにはローワーとアッパーがあって、
そのまま上がったり下がったりしないのがアッパーなるほど。で、ちょっと開けてて、うんうん光のビームが見えるのがアッパー、いわゆる画像とかで検索すると出てくるやつ、うんうんうん。でローアーが下っていく、結構階段降りたり、へえ。なんかちょっとね細めの道で冒険って感じなんだけど、そこの方が人が少ないから写真を撮るのとかはめっちゃ良くて、ローアーは。そうローアーお気に入りだったんだけどね。そうで最初アンテロープキャニオンのアッパーの方に行こうとしてて、結構前々から予約取ったんですけど、なんか前日に予約がなんかキャンセルというか、ちょっと時間をずらしてほしいって言われて、ちょっと時間ずらすと私たちの予定が狂っちゃうので、その予約をキャンセルして昨日新たに取ったのがアンテロープキャニオン X ツアーです。アンテロープ X はなんで X かっていうと、渓谷内の特定の場所から空を見上げると岩の隙間がアルファベットの X の形に見えるだからなんだ、ことにちなんで名付けられました。でアッパーとローアーの違いは、渓谷がより深くてダイナミックな地形と光と影のコントラストが見れるという、で有名なそのアッパーとローアーよりも混雑が少ないね、なんか穴場っぽいよね。そう知られてない。そうなんですよ。絶対それがいいと思う、ね、てかめっちゃ楽しみ、初めてだから。本当楽しみで、アンテロープキャニオン X ツアーをしてる内容を動画に収めたいんですが、アンテロープキャニオン自体が動画がもう絶対 NG。アッパーもローアーも X ももう全部そこのアンテロープ自体がナバホ族の管轄で NG なんだよね。昔は OK だったの。あ、そうなんですね。写真は OK ですが、その写真も商業利用ができないので YouTube に載せれないから、私のインスタグラムとか彼のインスタグラムとかにアンテロープキャニオン X の写真を出したいと思うので、ちょっと写真見たいなっていう方はインスタグラム見に来てください。なのでここからアンテロープキャニオン X に行って体験し終わった後の感想をこの後お届けしたいと思いますアンテロープキャニオン X に行くツアーの受付に来ました。このバンに乗って、近くのところまで10分ぐらい走り、そこからアンテロープキャニオン X 体験します。この受付所にはトイレもあるので、トイレを済ませてから行くことができます。アンテロープキャニオンの動画は撮れないんですけど、こういう感じのより深い渓谷にね入れるみたいで楽しみです。アンテロープキャニオン X の入り口に着きました。ここから1時間のアンテロープキャニオン X ツアー行ってきたいと思います。行ってきます。はい、アンテロープキャニオン X 体験してきました。めちゃくちゃ良かった。めっちゃ良かった。どうですか？なんかマノさんはアンテロープのアッパーもローアーも行ったことあるじゃないですか。全然違います？違う。でもいいとこ取りっぽい気がする。なんかアッパー結構こう歩いていくで開けたところがあって、けどまずさ初っ端右行ったじゃん。ブワーみたいなやつないし、まず着いて峡谷にこう挟まれるそう道外の道、そう感じもないし、アッパーにもローアーにも。けど入っていくじゃん、細くなっていく感じ、洞窟みたいな。そうあれはちょっとローアーっぽいし、なんかねいいとこ取りっぽい感じがする。だから外のなんかちょっとこう峡谷のこの雄大な挟まれてる感じのところを体験した後に、ちょっと洞窟みたいな感じで、うねった岩の間を曲線を入っていくっていうのがすごく楽しかった。なんか本当冒険感がすごくって、ね、行ってよかったね。よかった。なんか結構そのアッパーとかローアーとかのツアーを調べた時は、ナバホ族の場所にお邪魔してる立場なんで、なんかいろんな規約というか、ある中で結構どうなんだろうと思いながら行ったけど、結構ここのツアーガイドさんは割と自由に、なんか写真とか撮っていいよとか、そのね、ここ触ってみてとか、なんかそういった感じでやってくれて楽しかったですね。アッパーとかローアーとかのツアーを探す人はもう一個このキャニオン X、多分ねキャニオン X の方が全体で1時間ちょいかな。そう短い時間が結構短い。アッパーとかローアーは割と1時間半とか2時間のツアーが多くて、そっち僕参加したことないから分かんないけど、割とこっちでも満足感あったかなっていう感想だった。楽しめる全然。そうね、他の予定も詰めやすいですよね。1時間
しかもちょっと安かった。あ、そうです。結構安い、結構安かった、こっちの方が。もともと予約してたアッパーのツアーよりもどれぐらい安かった？半額ぐらいかも。そう、結構安かったので。それはだいぶお得、うん、多分有名なのがアッパー、ローアうんで、特にその光のビームで有名なのがアッパーだから、やっぱアッパーが有名だからアッパーでしょって思うかもしれないけど、全部行ってみて X 結構推しです。初めて今回行ったけどよかった。すっごいよかった。で、私たちが X で撮った写真はこの3人のインスタに上がると思いますので、ぜひここにねアカウント名置いとくので見てください。ページの街でビッグジョンズテキサスバーベキューという結構ね人気店っぽいところがあったので入っていました。すごい人がいっぱいいる。めちゃくちゃ美味しそう。私はビーフのバーベキューバーガー、そしてマナさんはサラダにポークトッピングで、彼がビーフのバーベキューに、ビーフバーガーにコールスローとリーン。すごい美味しそうで、ソースがいっぱいあってスパイシーがトラディショナル、どれも美味しそうね。とスイート、これをねこのお肉にかけて食べたいと思います。いただきます。いただきます。ビーフリブ、ビーフリブうまっこいつポーク。これやばい。プルドポークうまい。これめっちゃ香ばしくて美味しい。美味しい。マジうまい。超うまい。バーガーもうまい。バーガーもめっちゃ美味しい。かけて多分味あんまないからかけても食べます。ポーク違うのか。これソースもねめちゃくちゃ美味しいの。美味しい。いろいろかけよう。ポークも美味しい。ポークのが柔らかくて肉の甘み感じられて美味しい。コロコロ。これは何ソース？ビーフでスイートソース。スイート。本当だ。歯ごたえしっかり系。ビーフの方がしっかり歯ごたえあって、牛肉の味がグッと違ったね。同じに見えたけど。みずみずしいなんか。で、ポークの方が水分量がある感じ。でもこのさビーフのこの感じも美味しい。全部美味しいわ。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。めっちゃうまいこれ。ロードトリップしてから移動することが大変だから時間かかって、結構なんかスーパーとか持っていったものとかファーストフード店でしましたけど、途中でこういうの挟むと、いいね。ホースシューベントにやってきました。ちょっと歩いてザッという景色を見に行きます。なんか他のところに比べると一番ダイナミックに景色を感じられる場所。今まではずっとなんか岩肌を見てきたけど、ホースシューベントはそのキャニオンの周りにコロラド川が蛇行して馬の蹄鉄ですねのような形を描いているということで、展望台からは約300メートルの断崖絶壁からのダイナミックな風景を一望できるそうです。もうすぐ着きます。まだ全然全貌が見えないというか、ちょっと待って、これカメラ怖っ。すっごなんか圧倒された。言葉がなんて表現したらいいかな。なんかすごいなんか恐竜ジュラ紀みたいなところに迷い込んだみたいな気持ちになるんだけど、すっごい川綺麗ですね。まずめっちゃ綺麗だよね。川がすっごい澄んでて、やっぱ一気に水が足されるだけで生命力みたいなのを感じられて、
どう？まだ見れてない。どうどう？いや、柵あるところで見たい。すごい。カメラの画角に収まりきらないぐらいでかい。これはね、なんかこのロードトリップの中で一番感動したかも。なんかこういうのは写真だけでいいやとか思ったけど、写真とかと比べ物なんだから。これはね、見てほしい。はい、最後セドナ2泊は Airbnb を借りました。三角屋根の小さなお家というところで、とっても可愛いお部屋を借りたのでルームツアーしたいと思います。まず玄関入ってすぐに、小さなリビングルームがあります。そして奥に進んでいくと、ダイニングとリビングがあります。キッチンすごく広くてちゃんとオーブンレンジもついたりとかミニバーがあったり、そして、テーブルでしょ。でこちらの奥にも、大きなソファーが2つ置いてあります。で目の前は暖炉で、ここが開けるとテラスになってます。素敵。バーベキューグリルもあるソファーもあります。で1階には小さなベッドルーム1つあって、そしてバスルームですね。でこっちが、シンク。そしてこのリビングルームの真ん中に螺旋階段があって、ここをね上がっていくとじゃん、もう一つベッドルームがあります。この三角屋根の下にベッドがあって、なんかおこもり空間でとっても可愛いです。超可愛いですね。本当に可愛い。ここで2日間、セドナを満喫したいと思います。なので自炊もできるし、はい、では残り2日ですね。あっという間の2日。はい、最後セドナ2日間楽しんでいきたいと思います。ホールフーズから帰ってきました。2泊3日だからいろいろ買ってきました。まずはこちら、お肉ビーフトップサーロインステーキとレモンペッパーサーモン、これを彼に焼いてもらいます。そしてナスとズッキーニ、あとレモン、あとサーモンとステーキの付け合わせとしてデリもね買いました。ブロッコリーとマッシュルームの照り焼きとマッシュポテトですね。あと何これこんな大きいサラダ食べれるんですか。すごい。今日の夜、うん、明日の朝、明日の夜。ああ、サラダですね。中に卵とチキンが入ってます。あとこれがマナさん買ったサーモンポッキー。美味しそう。美味しそうだよね。はい、サーモンポッキー。そして明日の朝ごはん用にこれマナさんのお友達からおすすめされたココナッツのヨーグルト。
パケが可愛い。可愛いよね。そしてこれも朝ごはんめっちゃ可愛い小さなブルーベリーマフィンが入ってる箱でしょ。あとオレンジジュース。そしてこういうチョコとかアリゾナっぽくカクタスジェリー。気になるね、はいそれ。ポテチ。あとはローカルワイン。ね、これね、ワインじゃなくてあワインじゃない蜂蜜とサボテンなんだって。サボテンの実が入ってるんですか。そうのなんかワインみたいな。すごいね。なんかさっぱり甘いらしい。あとこちらワイン。これ何？これ。地ビール。とあとアイスですね。これすごいパケが可愛くて。2個買っちゃったね。はい。コーヒーアフォガード味とストロベリーです。はい。以上です。セドナ1日目乾杯。乾杯。明日が楽しみだな。もう圧倒的に街でしたね、ここはセドナは。なんかロードトリップの出発点とも言えるし終着点とも言えるような、改めて変な3人だなと思ってよくのために来てくれましたよね。っていうふうに思うやろ、俺からしたらここに俺よく行ったなって確かに。でも本当誘ってくれてありがとう。でもドロドロ知れた中だから全然大丈夫だなと思って。もっと深くなってるね。ごい移動の会話がさ、なんかパワースポットみたいなものを巡りつつ、その一緒に行く人との絆も深められる、そういう旅がロードトリップなんだと思った。そうね。本当に。ヨーグルト美味しそう。なんか3人もね、それ絶対食べてって言ってたから。初めて知ったこの。なんか流行ってるっぽい、アメリカで。あ、なるほど。美味しそう。美味しい。めっちゃ美味しい。あ、本当ココナッツだ。ココナッツだ。超美味しい。めっちゃオーナメント売ってる。めっちゃ売ってる。これかわいい。これ欲しい。アリゾナの19ドル。これかわいい。キャンドルにストーンついてストんだ。ーンついてる。あ、全部なんいろか。んなストーンついててかわいい。おしゃれ。かわいい。めちゃくちゃかわいい。アンクレットとかにもできそう。ね。これね、調整が。できるからいいですね。どこに行ってもオーナメントを買う女。かわいい。アリゾナ。結構大きめのオーナメントゲットです。かわいすぎ。これでアリゾナに来たことを思い出せる。このマグネットめっちゃよくない？ね、セドナのマグネット。これ 3D プリンター。3D プリンターでいろんなボルテックス4大ボルテックスとかありましこれデて、ビルズブリッジいたね。で私たちは昨日いろいろ話し合ってベルロックそうね、に登ろうって話してるから、ベルロックはね多分これなの。これがねカセドルロッこれもベルロックかな。ク。あ、色がある。でもこっちがよね。そうだね、それを一つ。見て、すごい。こんなマグネット初めて見た。ね、この旅のやつで。これはすごいんじゃない？で見た目的にはこれがね一番そうね。欲しいんだよな。これセドナって出てる。でもここにはね今んとこ行かないから、やっぱ行ったところのやつは欲しいよね。こちらを買いましょう。14ドル95セント。ここのお店でこちら 3D プリンターのマグネットゲットです。ぜひ
セドナ行った時に登った山のマグネット買ってみてください。至る所にストーンショップ、アロマも売ってたりとか、あとはこういうブレスレット、センスいいね。このジュエリーセンスいい、ね。ピアスかわいい。小ぶりも珍しくない？ね結構ごついの多いけど。日常でつけれそう。ね。かわいい。このハートのネックレス、アメジストだったりとか。めっちゃ可愛いこれ。めっちゃかわいいの。ピンクトルマリン。可愛い。これ自分の誕生石とかで買ってもいいかも。私の誕生石マザー・オブ・パールとムーンストーンも6月の誕生石。超可愛い。私の誕生石の翡翠になってる。めっちゃ可愛い。てかこれ欲しい。みくちゃんの色、今日の色と思ってるね。でここのボディブリスっていうストーン屋さんで、こちら誕生石のネックレス買いました。翡翠です。かわいい。めっちゃかわいい。ターコイズ買おうかなって思ったけど誕生石買っちゃった。自分大好き女だから。ここすごい可愛かった。ここめっちゃ良かった。セレクトとセンスと、ディスプレイもねすごく良くて、なんか気づいたら服にもマッチ。ね、めっちゃコーディネート合ってる。はい。では次行きましょう。はい。タピオカミルクティー屋さんにアジア料理が食べれるということで、ワンタンスープヌードルと、私は本当ただのスードン。スードンだね。本当にスードン。何も入ってなかった。スードンと、あなたは牛丼。はい。セドナでアジア。いただきまーす。スードンかと思ったら中になんかきつね、お揚げとか。待って。何？エビ？エビ天みたいな入ったりとか。卵も入ってるし。本当だ。すごい結構。かまぼこも。でこれ美味しくてびっくり。何も期待しなかったのに美味しくてびっくり。これも超美味しい。ね、これはいい。久しぶりの日本食です。アイスクリームショップで私はフレンチバニラにレインボースプリンクル、エスプレッソ。私はバターペカンにストロベリー。透明ライスです。今から4大ボルテックスの一つベルロックに登ります。で今入り口に来てデイリーパスなるものを購入しました。5ドルかな。駐車料金かな。うん、はい。よし、いざトレイル。すごい、あれがベルロックです。レストランでこうオーダーするときにチーンって鳴らすベルのような形をしているからベルロックだそうです。4大ボルテックスの一つで、大地のエネルギーが強いのが4つあって、そのうちの1つがベルロックですね。そう渦巻いてるんだって。で男性性陽のパワーが強いから、はい、決断力行動力とか男性的なエネルギーを得ることができる、そうチャージ。我々必要ないのではっていうね、車の中で話したんだよね。車の中で話した。全員行動力決断力ありすぎて、今旅してるこの3人全員男性性のエネルギーは強いのではないかと。決断力と行動力に関しては自信しかないよ自ね。信しかない。さらにそれを強めてより強い人間になろうという、そういうトレイルでございます。これですか？そうパワーが強すぎて木がねじれちゃうんだって。本当だ。すごくない？こんなの見たことないよね。見たことない。1個言っていいですか？もう頭痛い私。大丈夫？大丈夫。左脳がいきなり痛くなってきた。すごい。ちょっとここに入った瞬間から頭痛くなってきた。マジ？じゃあ全然大丈夫？無理なく。全然大丈夫です。全然そんな私はスピリチュアルとかじゃないんですけど全然スピリチュアルには関係ないんですけど、なんか頭がガンガンしてきた。ズキンズキンシスターズがやっぱ頭痛いですよね。ここちょっとズキズキしてここ痛いの。同じ場所だった。すごくない？本当にパワーあるなって思った。本当にここに入った瞬間。でもね、疲れないよ。まだ言わなく疲れないよ。何言ってんだか。それ
れ一緒に Now the mountains to the desert to the ocean waves have a glow I can't ignore, but I can't explain. It makes me wanna see it all. What do you say? Oh. 早速もうなんかこんな岩肌出てきちゃってここから上を行くのはちょっとね躊躇してます。なので一旦この場所からの景色を楽しみたいと思います。あれがビッグサンダーマウンテンのなんていうかインスピレーションとなった山らしいです。ウォルト・ディズニーがあの山の麓に住んでて、でそれでビッグサンダーマウンテンをね作ろうと思ったという山がこちらの山ですね。これが見たかった最高It's like my vision is new. Everything's more beautiful when I see it with you. I wanna see it all. Wanna go get lost where we've never been. Wanna map the sky, sleeping out at night and listen to the wind. I wanna see it all. Wanna go get lost, take the whole world in. I wanna watch your eyes dancing in the light with each sunrise again. Hey! Let's go taking a view. Now the whole world's in color, baby, we're on the move. はい、ベルロックから車で5分ぐらいのところにあるカセドラルロックにもやってきました。カセドラルロックも4大ボルテックスの一つで、さっきのベルロックは男性性のパワーのある岩、こちらは女性性のパワーのある岩になります。母なる岩と呼ばれていて、包容力、内省、癒し、直感のエネルギーが強い場所とされています。カセドラルロックが4大ボルテックスの中で一番難易度が高い場所と言われていて、ここで見えるかな、この岩肌をねみんなのよじ登ってるんですよ。これはちょっと私ねできないなってさっきのベルロックで感じていて、で多分その岩肌を登るルートがこちらのまっすぐのねカセドラルロックトレイル、くぼみ、あそこのくぼみまで行くのがゴール。なるほど、これ途中まで行くか。これだったら途中で折り返せますもんね、じゃあ岩肌のところをよじ登ることをする手前のところまで行きたいと思います。よじ登る。なんかやっぱ最初は一番上までその頂上とされる場所まで登らないと4大ボルテックスの良さってわからないのかなって思ったんですけど、ベルロックに入ってすぐにパワーを感じたので、頂上まで行かなくてもその入ってみるっていうか、その場所を歩いてみるっていうのが大事なんだなって思いました。なのでカセドラルロックはちょっとハードめで、きっと私はね上まで行けないんですけど、ここにいること自体がもうすでにパワーをもらえるので、女性性のエネルギーをねいただいていきたいなと思います。頑張れ頑張れ。頑張ってる。ここまで来た。すごいじゃん。本当にすごい。足がすくんでいます。ここから先は行けなくはないと思うんですけど、降りるとき絶対に怖いから。そうだね。私は、自分の能力を過信せずここででもここからの景色も十分、ねえ、めちゃくちゃいいよね。十分綺麗だから、こういうの苦手な人でもここまでは来れると思います。私は来れてるから。半分くらいまで来てんのかな。そっから先勇敢な方は上に行く、そういう感じです。
アリゾナロードトリップ最終日、今日も朝からセドナの4大ボルテックスの一つボイントンキャニオンをトレイルします。ボイントンキャニオンは4大ボルテックスの中で一番エネルギーが強い場所らしいです。水と緑、大地と空のエネルギーが調和した最も強いパワーを感じられる場所だそうです。ネイティブアメリカンの聖地でもあるみたいなので、帰国前にね、最後のパワーチャージ。はい、そうです。楽しんでいきたいと思います。ボイントンキャニオントレイルは、そんな難易度は高くなくて30分ぐらいでねつけるみたいです。で、私たちはボイントンビスタトレイルというところに行くんですけど、そこは女性のエネルギーが強いと言われている女性性の岩カチーナウーマンというのと、男性性の岩ウォリアーがあるらしいです。そこに目指していきたいと思います。なんか両方の上に立つと、男性性と女性性のバランスが取れるんだって。その2つの岩の、上に立つのがそれしてみよう。なんか私全ての4大ボルテックスに入った瞬間から左脳が痛くなるっていう、また痛いね。頭痛がするんですよ。だから本当不思議で、でもマナさんが調べてくれたらなんかそういう風な、好転反応だって。パワーが強いからそれを順応しようとして好転反応が起きるって書いてあって、で前に一緒に来た子もなんか体調悪くなってて、だから人によってそういう体に変化が出たりするらしいんですけど、こういう風に頭が痛くなったりしたら靴を脱いで、そうグラウディング、岩の上に裸足で立ってそれを流すイメージ、自分の悪いの出して、いいもの吸うんじゃない、わかんないけどっていうのをするといいみたいです。ちょっとグラウディングしてみたいと思いますね。はい、この看板までたどり着きました。これ左行くとボイントンキャニオンに行くんですけど、私たちはこのビスタの方に行きます。ビスタの方に行くとその男性性と女性性の岩があります。これが男性性の岩です。で、今男性性の岩の一番上に立っている人がなんかハートおじさんと呼ばれる有名なハートおじさんにまさか出会えそう。なんかアーティストの方らしいんですけど、旅行者にねたまにハートの岩をくれるらしいという。そして笛を吹いてるんだって、この上で。ちょっと近づいてみよう。これが男性性の岩で、その左のこのポコって恐竜みたいになってるのが女性性の岩だと思います。すごい。ハートのおじさんに会いました。このおじさんは上で反対側のこの女性性の岩カチーナウーマンを癒してるんだって。カチーナウーマンが人の悲しみとかを受け入れて癒してる岩だから、僕が癒してあげてるんだって。だからかなんかすごいジンときちゃって、泣きそうになる。言葉をくれて、一人一人めっちゃ号泣しました泣いちゃったね。泣いちゃったよ。感動した。ハート以上のものをもらった。いや、アリゾナ来てよかった。
かも。あ、本当だ。ペドロル湖見れる。台湾乗り継ぎでフードコートで台湾料理いただきます。小籠包セットでスーラースープと、あとは小皿2つ、そしてなんかシンプルカフェっていうね、台湾の有名なコーヒー屋さんのキオスクがあって、そこで彼は空港限定のタピオカラテとコーヒー豆、あとこれが台湾産のコーヒー豆らしくて買ってみました。いやこれね、乗り継ぎの楽しみっていうかうまみですね。乗り継ぎの時間に台湾のねご飯食べて、こういうね豆とか買ったり、あとはお土産屋さんも開いてるので台湾らしいお土産も買って帰ることができます。うまっ、アメリカでバーガーとか食べた後のこの台湾料理最高。はい、6泊8日のアリゾナロードトリップ Vlog いかがでしたでしょうか。いやーもうほんとアリゾナでの旅はね想像以上でした。旅中に見た景色の迫力や雄大さはもちろんのこと、大地からのねエネルギーを肌で感じることができました。そんなアリゾナロードトリップをより最高なものにしたのがスターラックス航空での空の旅です。今回はビジネスクラスとプレミアムエコノミーを利用したんですが、洗練された機内設備とアメニティ、こだわりを感じられる機内食、そして細やかで親しみを感じられるサービス、
どれをとっても最高で、ロングフライトでありましたが機内で快適に過ごすことができたので、翌日からのロードトリップを元気に始めることができました。本当にね、自信を持ってお勧めできる航空会社です。今回の Vlog でアリゾナの旅が気になった方は、ぜひスターラックス航空を利用してレンズ越しからはお伝えできない感動を実際に味わってみてほしいです。はい、ではパワーチャージできたので、明日からのね、日本に帰ってからもまた心新たに頑張りたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ミクでした。